ジンオイル交換していると、途中で溢れてきてしまいました。一気に注いだわけでもなく、量もまだ6割くらい。なんでかなと思い調べてみると、ブリーザーパイプが折れて、クランクケースからの通気を遮断。引き続きマジェスティ125の各部、チェックしていきたいと思います。改めましてこんにちは、ウプ主のフィーバーです。助手だぜ。早速ですが、ブリーザーパイプを交換します。色々調べましたが、純正のホースが見つからなかったので、外径は大きいものの、内径とかちょうど良さそうな耐油耐熱チューブを使用します。純正と同じ長さにカットし、取り回しも同じようにして取り付けます。苦労してますね。クランプの大きさが合わないんじゃないの？ですね。そこはこうして、力技ですか？今度はオイルがすんなり入ってくれました。前回途中まで入れたオイルは抜き取って、きっちり 1.2 リットル入れたので、オイルゲージの検証です。オイルの量ですが、ここまで入っていればいいようですね。無事オイル交換の完了です。オイルといえばこちらのオイルも、ギアオイルです。見えねえぞ。どうせ変えてないんだろうな。続いてブレーキの確認です。フロント側から、ディスクの厚みはマイクロメーターがないので、測っておりませんが、結構怪しいです。パッドも結構減っています。フロントマスター開けてみます。汚ねえ。キャップの裏側には乳化が見受けられます。パッドが減っているからなのか、ブレーキフルードも少なめです。いずれにせよ早めに交換していきたいと思います。さらにリアのブレーキシューの確認です。ブレーキシューの残量計では、まだ使用限界内のようですが、一応、ホイール外して確認してみます。
そのためには、マフラーから外していくこととなります。裏側のナットのアクセスが悪いです。錆で固着していなくてよかったです。ブレーキシューはギリ使えそうですが、ここも大事をとって早めに交換していきたいと思います。お次はエアクリーナーエレメントのチェックです。汚れて、はい交換。かぶせるな。続いて、駆動系も見ていこう。まだやるの？せっかくだからチェックは全部済ました方がいいんじゃね？そうだけど、ちょっと休憩。キックレバーを外し、クランクケースカバーを外していきますが、ネジ、舐めてます。こういうのってサイズが合っていないドライバーで回そうとすると、舐めちまうんだよ。この程度ならなんとか回せます。ケースのエレメント汚すぎ。これも交換ですね。ボルトの数が多いのでインパクトで外しちゃいます。全部で11本あります。
ぞ。しばらく格闘。ようやく外れました。ノックピンが錆びていたのと、おそらく、紙のガスケットが使用されていたと思うのですが、代わりに液体ガスケットが塗られていたのが原因ですかね。ここもめんどいのでインパクトで、あんまり良くないぞ。クラッチ、ベルト、ウェイトローラーは、そこまで摩耗しておらず、開けた形跡があるということは、どこかの時点で交換したんだろう。クラッチは別として、2万キロ台後半な感じか？よくわかるな。適当です。ギアオイル交換しておきます。綺麗だな。思ったよりは汚れてなかったな。ですね。ギアオイルの量は 130cc とのことなので、測って注入しました。
これでオイル類交換と、おおむねチェック完了です。あとは元に戻していきます。20倍速でご覧ください。あ、バックル買ったのでつけときます。インナーカウルは黒く塗装しておきました。さて、外装組み付けです。またまた20倍速でご覧ください。
取れていた H4 のソケットを付け替えています。あ、どうしようか。違うやつは、そういうのに残んでないかな。今回いじってみて思ったのですが、このカウル大陸製かと思われます。純正がどんなもんかはわかりませんが、色々塵の合わせとか大変でした。ようやく、組み上がりました。さて、エンジン始動。わかった。当たり前だろ。排気音、だいぶ静かになりました。オイルチェックランプをリセットします。例のキーベゼル。ダイソーのエポキシで接着しておきます。そうきたか。今回はここまでです。長らくお付き合いいただきありがとうございます。次回以降パーツを交換していきたいと思います。少しずつですがその様子もアップしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。お願いします。あ、プラグのチェック忘れてた。ドジ。